聖王は何をしているんだ。なぜ動かない。なぜコンタクトが取れなくなったんだ。まさか想定外の妨害に遭っているとは思えないが、仕方ない。僕が全部終わらせる。こっちだ。レノン、なぜここが分かったんだ。しかしあえて言おう。誰かと思えばと。今さら君なんかが来たところで何ができる。どうかな。誰だ。どうして僕の声が聞こえる。知るか。貴様が勝手にわしの頭の中で喋ってるな。まあ周波数が合うってやつだ。行くぞ。どうなっている。僕が気配に気づかないなんて。なるほどね。ブレイクだ。爆発の心配はなくなったが、このギアは単体でも十分脅威だ。ファランクスを相手にしながらでは手に余る。くそ。なんだ。前言撤回。さすがの聖王直轄ね。だがここで引くわけにはいかん。ちょっとまさかこんな時に手を抜いてないでしょうね。これは君たちが勝ち取るべきなんだよ。スレイヤー卿、あなたはなぜ私などに光を見たのですか。それ今する話。あなたもまた私と同じく全てを得たゆえに全てを失ったものだ。だが私と違うのは全てを諦めていないこと。モンテローザの作戦を覚えているかね。山頂を目指して進む我々は中腹で一人の老人と出会った。一般の登山客を装うためミリア君が会話を切り出したの。晴天に恵まれましたね。頂上が楽しみですと。それと老人はこう言った。自分はここでいい。旅行く者は未開の地に胸躍らせ、かいた汗に充足を覚える。しかし立ち止まって眺める景色がその感動に劣るとは思わない。ああ、実に感触のある言葉だった。しかし私は今になってその先に添えられた言葉の方が思い出されるのだ。地元の者なら山頂の景色は見慣れている。まして道中ならば
その倍は見ているはずなのに、今まで何を見ていたのだろう。私は見落としてきたものを勝手に見飽きていたのかもしれないな。一歩も引くな。視線の先に明日があると思え。生き抜け。我々の知る明日という言葉は今日を境に意味を変える。過ぎ去ったものは失ったわけではない。考えたね。まさかこんなおもちゃまで持ってくるとは。確かに、これならば僕の思考を読む力は半分しか機能しない。だけどね、作戦が浅すぎないか？僕としては、その機械人形さえ先に壊してしまえばいい話だ。これではまるで、ただ死にに来たようなものだね。こいつわしらが死にに来たと言ってるぞ。君がいなければそうなっていただろう。我々のチャンスは一度しかなかった。だが勝った。君の負けだ、ベッドマン。何？これを？その球体には何の威力も拘束力もない。だから君は危機と判断しなかった。しかし決して逃れることはできない。そして同様にボールたちはその球体と一定の距離を保ち続ける。なるほどね。この球体はいわば僕にロックオンしている照準というわけか。こんな攻撃で倒せると思っているのか。そう考えているな。先ほど君は死にに来たのかと言ったらしいが、私は死にに来たのだ。何ら問題はない。アサシンは生まれ変わる。これからは日の当たる世界で罪を背負う。過ちを正す機会を得たのだ。君たちの起こした戦争でな。しかしそれだけでは世界が納得しまい。誰かが責任を取らなければ。君と私の首にはその価値がある。そういうことか。くだらない。そんなに社会に認められたければただ黙っていればよかった。関心を寄せなければよかった。発言権を放棄すれば立派な多数派になれる。今からでも実践したらどうだ？中途半端に環境を妬んで拗ねてみせた挙句に人の尻馬に乗っかって人生をやり直そうなんて厚かましいにも程がある。あまり安い夢物語のために僕たちの計画を。この数を。バカな、本当に死ぬ気か。今まで私の命は新たなる不幸の糧でしかなかった。しかしもし闇を遮る壁に生まれ変われるとしたら、たとえ我が身が塵と化そうとも、このベノム、それで本望。
まずい。僕が負けるというのか。こんなにたわいもなく、こんなに安っぽい夢のために。おい、人の夢を気安く笑うな。何？さっさと負けを認めろ。今なら許してくれるかもしれないぞ。認めろだと？納得できると思うのか。君たちの思いつきのような夢のために、この僕がなぜ諦めなければならない？意地を張っている状況じゃないだろう。自らの命を懸ければなんて、結果より手段を優先する者の詭弁だ。それを切り札のように得意満面に振りかざすのか。僕は人の命も懸ける。当然平然ではない。無論正論ではない。だが現実という鉄壁の運命に立ち向かうには、現実を破壊する覚悟を持ってしかるべきなんだ。この世界はどんなに上辺を取り繕っても、最終的に刑事下に価値を集約して優劣を求める。それを世の中は万物平等と謳っているんだ。だからこそ僕はその圧倒的火力を是とする思想に倣った。不必要なものは全て排除した。その果てならば人は失ったものを自覚できる。その果てならば僕たち兄弟のように合理性と統計の犠牲になる人間はいなくなるはずなんだ。この僕の非常の覚悟、たかだか君一人の命と引き換えに諦めろというのか。貴様、本当は優しいんだな。動くな。しまった。だからお前たちなんでこんなところに。夢を笑うなと言ったな。では僕と同じステージに立ってもらおうか。どちらの夢が、どちらの思いが強いのか、はっきりさせようじゃないか。大丈夫。この子たちの名前も覚えている。おいベノム、その辺にしとけ。二人とも本当に死ぬぞ。しかしこれではまだ足りない。いいんだよ、それでわしの合図を待て。ブリキ？ブリキじゃない。ケツから廃屋突っ込むぞ。何をしている？僕は知っているぞ。君はここの住民に迫害を受けてきたはずだ。なぜ彼らをかばう？わからん。わしは貴様より高性能だから、考える前にやるべきことがわかるんだろう。貴様がかわいそうなやつだってこともな。なんだと？そりゃ町の連中には腹を立てているよ。だがな、結局わしは社会がなければ満足に油もさせない。この服も柔軟剤も洗剤もどっかの誰かが作ったもんだ。まあだからわしもどっかの誰かの役に立つことをしてきた。それで社会の一員だってことで納得している。しかし貴様はよほどケツの穴が小さい社会に生まれたんだろうな。まるで余裕がない、隙もない。何がしたいのかはいまいちわからんが、夢の叶え方を間違っているよ。へえ。貴様、本当は世界なんてどうでもいいんだろう。何をしている？もう下がっていい。一つ教えとかにはならん。なぜ君まで命を懸ける？貴様らがバカだからだ。このままじゃここにいるみんなが死ぬ。わしは高性能だから消える命は一つで十分だということがわかる。覚えておけ。人の夢を笑っちゃいかん。わしなりの哲学だ。それだけ守ってればご大層な思想なんていらないんだ。
喧嘩しようが何しようが人はつながれる。だからいっぺん反省してこい。手玉きなシステム。うわいや、まさか君が負けるとは。どうやら僕はもう戦力にはなれそうにない。こうなったら残りの命を使って犠牲者の蘇生に力を尽くす。僕たちの夢の続きは君に託してもいいかい？ああ、任せてくれ。君は本当によくやってくれた。本当に。本当に。本当。できすぎだ。できすぎだよ、ベッドマン。素晴らしい駒だったよ。最後は自滅までしてくれるなんて。ありがとう。安心して。絶対確定世界はきっちり仕上げるからね。まあちょっと人類は全滅しちゃうけど。どういうことだ？え？わかんない？あ、そっか。わかんないか。私ね、この瞬間までずっと猫かぶってました。にゃお。本当はね、人間が嫌いです。大嫌いなの。大嫌い。だから滅びればいいと思ってます。真の人類を創造し正しい未来へ導くって。私嘘つき？嘘つきとか言わないで、お願い。それはさ、言葉の行間ってやつを読めない君の語彙力ってやつと読解力ってやつの問題だと思います。それにそうそう、どうしちゃいましたかベッドマンさん。目がお目覚めじゃないですか。寝言は起きている時に言うものじゃないぞ。何人殺したと思っているんだ。僕を裏切ったら。絶対確定世界。その気になれば僕一人でもできると言ったはずだ。否定する。ここは僕が作り出した世界だ。僕が定めたことが絶対だ。どんな力もここでは無力だ。だが残念だ。残りの命ではこれがせめて罪。
ザッパ殿、一体何を？もちろん西欧の居場所を探すんですよ。今そのためのソフトをダウンロードしてます。消えた信号を復元できるというのかい？復元なんてできない。だが消えてるからいいんだ。俺のペインキラーは全世界にくまなく情報をばらまくことができる。そうか。西欧の信号を全世界にばらまけば。そう。信号が検出されない場所に西欧はいるはずです。ポンコツチーム逆転勝利か？ポンコツなものか。フレデリックは来たぞ。よし、座標を受け取れ。火を入れるぞ。座標をメインモニターに出せ。エイプリル最短ルートの検出だ。任せて。目的地は北大西洋上空。陸地はないはずだけど。北大西洋ですって？おい、レオさんよ。はい。立ってると目ん玉が飛び出るぜ。グリーンカムビラーク号発艦。よし、目標近隣の部隊は第二防衛準備態勢。各国に応援も要請。今度こそ完全に決着をつけるぞ。さて急ぐぞ。タイムリミットが近づけばヘヒョン殿に負担がかかる。フレデリックたちが準備でき次第対応する。起動申請発進。第二連王の承認を確認しました。メインブリッジスリープ解除。起動プロトコルは2から8まで省略。ここからは起動管制と計測。それから通信は設備のものを使用する。動作確認を忘れない。了解だ。すごいや。100年も前の施設なのに情報劣化が起きてない。補助動力まで大気腐敗 2% って。当時のものは物理ユニットと法力の併用が多かったからね。完全な法力処理より劣化しにくいんだ。交通式ウルツアイと真空集積回路は現状最高の耐久性を持っている。おしゃべりはそこまでだ。方針展開。発射シークエンスを開始するぞ。崩壊チャンバー圧力正常。エイプリル、異常は？大丈夫。懸念されてた余圧システムも G キャンセラーも正常に作動してる。こいつはマジジェット吐き気がしてきたぜ。どのぐらいかかる？目標地点までは3600キロ。トラブルがなければ40分弱ってところかな。3600キロ40分で？世界最速最新鋭の民間機にようこそ。 PH 製の J59 を12機も搭載しておいてよく言うわ。最新鋭どころかアンティークじゃない。早いわけだわ。話が合いそうだな王女さん。だが素敵なおしゃべりはディナーの席にとっておこう。王様の前じゃなくてな。
ここに来ます。すごい。来る。みんなが。はい。はい。おつなぎします。どうした？第三連王ダレル様からです。遅れてすまない。ダレル？内部調査に時間を奪われていた。西欧の指示でな。だがここまでだ。艦隊は私が指揮する。君は首都の対処に専念してくれ。ありがたい。艦隊への指示だが。砲撃でジャスティスを粉砕する。何を言っている？現場にはソルやカイが向かっているんだぞ。把握はできている。作戦の経過次第だが、保険はいるだろう。確かにそうだが、彼らの安全は保証できるのか？保証はできない。最善は尽くすがな。保証できない？最善は尽くすと言った。そもそもそんな事態になれば、彼らどころか人類全体の危機なのだ。しかしお前に判断できるのか？それは私に任せてもらうほかない。だが危険と判断した時点でソルも攻撃対象になることは了承してもらいたい。ダメだ。やはり艦隊の指揮は俺が取る。断る。第13艦隊はもともと私の管轄だ。私が戻った以上、君にその権限はない。なんだと？お前は彼らのことを知らない。今までどんな逆境であっても。そうだ、彼らのことは知らない。だから客観的で冷静な判断ができる。君はどうだ？ジャスティスもソルも肉体的に破壊したところでコアは不滅だ。問題を先延ばしにするだけだぞ。だが対策を練る時間は作れる。違う。ソルが死ねば人の心を持つコアはいなくなる。そうなれば対策もクソもない。ではそうならないように祈るしかあるまい。ジャスティスを粉砕すると言ったが、一体どうするつもりだ？大艦隊を投入しても破壊できなかったんだぞ。艦隊にコライダーキャノンを搭載している。西欧の指示で作ったものだ。注文の出力に到達せず難航していたが、それでも類を見ない破壊力を持っている。ジャスティスの入力部位以外を狙えば痛手を負わせられるはずだ。分かった。だがくれぐれも早まった真似はするな。タイムリミットは君の判断を待ってはくれないぞ。クソ！何が保険だ？どちらへ？保険だ！俺も保険を手に入れる。長いわね。人類が滅ぶかどうかの40分。ああ、じゃあなんか話そうぜ。話すって何を？そうだな、前から気になってたんだけどさ、親父ってもしかして母さんの親？シン！その話題は今やめておけ。何の話だ？あら、そのことなら私が一番。ジャックをやめろと言ったはずだ。いいか、今から皆何も考えるな。なんで？それが平和だからだ。決戦の前だ。もやっとしたくない。俺は間違ってない。待ってくれ。そうか。その話は、ディズィはジャスティスの娘で、つまり、いや、嘘だ。まさか、それが私の弟！カイリー！
どっちが勝った？絶叫コンテストは。シンのおかげで楽しい旅路になったわね。状況を考えろ。平和ボケしてる場合か。いいじゃないか。平和ボケだろうが偽善だろうが大いに結構。世の中ってのは誰かが正しいことを言っていた方がいいに決まってる。それは嘘だろうがなんだろうがな。誰も言わなくなっちまったらおしまいだ。慈悲なき刑事は人間を憎んでいた。確かな憎しみを感じた。しかし同時に、人間とはこうあるべきだという美徳を説いているようにも思えた。美徳？あなたは、人と神の中間的な存在です。人間の運命がどう見えていますか？つまり、慈悲なき刑事の考えがわかるかってこと？人は海を埋め立てて浅瀬をどこまでも広げようとしている。誰もが安心して進むことができるように。しかし、どこにでも行けるようになった結果、どこに行くことも等価値となった。振り返った時には、沖との境界はなくなり、どこに帰るべきかもわからなくなり、帰る必要もなくなる。高波や深い海の底は、それを警告していた。そこがお前たちの居場所だと。ってところかしら。ソルもそんなこと言っていたな。聞き流せ。年を食った奴の悪い癖だ。レイブンってやつが言ってたことと同じか。うまいステーキも食いすぎると味がなくなるって。ま、私は間違っても神じゃないけど、でもそうね。もし注射一本で人類が幸せを感じ、食べる必要も考える必要もなくなると言われたら、あなたはそれを幸せだと思う？それでは、まるで機械です。そう。慈悲なき刑事も、そういう未来を嫌っているみたい。でも私は、それも幸せだと思う。滅びと考えるのは、今を生きる人固有の考え方かもしれない。では、それが人の幸せだと。それも、と言ったでしょ？人には選択できる自由がある。その権利を奪われるわけにはいかない。花火はみんないっぺんに消えるわけじゃねえか。花火？利口気取ってバカの家に土足で入るやつはやけどするってことだ。きっちり返してもらうぞ、エルフェルトは。ああ！何が起きた？浮遊感か。それだけじゃないみたい。よかったな。ゴールは間違ってなかったってことだ。ちょっと揺れるがシートは汚してくれるのよ。嬉しそうだな。奴らはお前にとって希望か？
いいだろう。お前はこれから真の人類となる。希望を抱くにふさわしい。だが間違っちゃう？ダメ。チャンスって実は山ほどあります。大事なのはそれを認識し見分ける力です。本来は他者から教えられるものじゃありません。だから今から私が話すことはとても貴重なものです。あと数分もしないうちにお前は世界で最も孤独な存在になる。その時あの船に乗っている何人かは生き残れます。だがここに来れば死ぬ。私が殺すからです。私には殺せるからです。故に今から剣を抜く。つがいのベルトを外し、私の手はポンメルからヒルト全体を舐める。それを引き抜くとブレードが鞘に擦れ、フラーが共鳴し、心地よい金属の独奏を奏でる。ここまでは私の意志だ。しかしここから先は私の義務になる。お前は奴らを殺したいですか？追い返せって言いたいの？希望の意味を考えろと言ってます。彼らは世界を救いに来たの。私の言葉じゃ帰らない。でもまたソルさんに怒られちゃうな。無駄とか無理とか諦めのいい言葉を使ったら。だから信じる、みんなを。だからあれが私の希望。エルフェリト、眺めはどうだ？そこからの眺めはいいか？今のうちに楽しんでおけ。晩飯までには帰るからな。今日の献立は何ですか？お前に決めさせてやる。人類が滅んだ後か助かった時か、そん時の気分で決めろ。ミスチョイス。